さあでは続いて参りましょう。続いてのシーンはこちらです。これは第80話ですね。2000年前の君からより、ね、エレンが始祖ユミルに俺がこの世界を終わらせてやるといったシーンですね。はい。こちらは梶さん、はい。これどういったメッセージ？こちらがですね、そうエレンにメッセージご紹介しますと、もう誰にも従わなくていい、お前が決めていいと言われたことによって、今までずっと従い続けて生きてきたユミルが初めて自分の意思で動いた瞬間だから印象深いです。といったメッセージをいただいております。まあそうですね。PV のセリフとしても、引用されてたものですけど、2000年前の君からと2000年前の君へっていう、本当この物語の仕掛け的な部分がついに明らかになって動き出したっていうところで、先ほどのね、エレンの親子の関係、ジークも含めてのドラマがあった上で、さらにこう巨人っていうずっと脈々と続いてきたものから遡った時にそこにはユミルがいて、もうね、こう、なんでしょう。ただのファンタジーとか物語、フィクションっていう、もちろんそうなんですけど、それをこう楽しむ楽しまないっていう次元じゃないところで、なんかもう人間の心理というか、哲学みたいなものに迫っているシーンだと思うんですけど、ユミルにかける言葉っていうのはきっとエレン自身が自分に対してもかけたい言葉なんだろうなと思いますし、その前にジークの、心の揺らぎというか、グリシャの本当の気持ちが分かってっていうところから繋がっているシーンで、ここからいよいよ、ね、ついに巨人にも名前がついて、終尾の巨人という、ネーミングが先生によって付けられたわけですけども、これからの、本当に最後の戦いに繋がっていくきっかけとなるところで、やっぱりこれは全てが終わった後に話さないとっていう部分はありますけど、エレンの気持ちっていうのを僕はしっかり胸に刻みながら、最後まで演じたいです。はい。ありがとうございます。さあ、そして次が最後となります。最後はこちら。このシーンですが、87話人類の夜明けよりマーレに潜入した調査兵団たちが酔っ払って寝ているシーン。楽しかったなね、最後の楽しいシーンかもしれない。そうですよね。本当にこの時は良かったよね。こちら幸せだと思う。思い出話になってる。いや、本当にね。本当そうだね。でちょっとメッセージご紹介いたしますと、ミカサ、アルミ、エレンが酔っ払って寝ているところは癒しでした。ちょっと前のシーンのジャン、コニー、サシャも加わって楽しんでいるところが本当に好きでした。といった。もう本当にね、ちょっとこんなひとときもあってよかったなって思えるシーンですよね。そうですね、ファイナルシーズン、このパート2の前、パート1の時に、夕日の、みんなでね、見たあそこも、青いやつね。青臭いやつ。夕日は赤いのに、俺たちは青いんだよ。見事な対比になったんですけど。でも、なんかね、普通のこのぐらいの年齢間の子たちであれば、もっともっとそういう時間を過ごしていたはずなのにっていうところを、やっぱり、そこからちょっと成長してる部分もあると思いますけど、外の世界を知った上で、ついにお酒を、組み交わすというか、そうね。当時ではありえなかったことを、大人に、ある種大人になっての時間っていうのは、本当に最初で最後みたいなところがある。俺多分酔いつぶれてみんなで、雑魚寝みたいになってる時、エレンの足多分乗っかってたんだよね。顔かなんかに。乗っかってた。そうですね。誰かの顔、足乗っかってたよ。やっぱそうなんだ。ジャンはやっぱそうなんだ。ジャンから潜り込んでったら違うだろ。それは違うだろ。役割全うしすぎだろ。分かりすぎる。愛すべきジャンじゃない。物分かりが良すぎるよ、ジャン。そうだね。さすが。分かりすぎる。どうでした？もうこのシーンは。私このシーン泣いてたよ。泣きながらアフレコしてた気がする。挟む場所も本当に。そうね。切ないというか、きっとこれが最後の、晩餐なんだろうなって思いながら、このシーンは。やばい、どうしたって締めっぽくなんだよね。そうだよね。そうなのよ。思い出したくないんだよね。本当に。申し訳ないけど。この前後何喋ってたと思います？
僕とっていうかエレンとミカサは、もう最後のね、お別れみたいな感じになっちゃいましたから。そうだね。そう、この時のエレンの目線がすごい優しくて、なんかそれを見ていると、我々は幸せじゃない、ただ単に。でもやっぱりエレンの中にはいろんな思いがあるんだなっていうのを、私たちはまだ最後まで読んでないか知らないけど、知らないけど、そう。ね。それを。このシーンに繋がる前に、ミカサと一緒にいて、最後ちょうど良かったって言うんですよ。なんか、別れの時みたいなものを待ってたのかなというか。彼は知ってはいますけど。ミカサがさ、エレンの問いにさ、お前にとっての何なんだっつって、ミカサはさ、ああいうふうに答えるわけでしょ。相当ミカサも葛藤があったと思うけど、羨ましいまあごめん。ちょっと今、なんか出てきちゃったけど、ただあそこでとても重要なシーンでさ、そうです。あの時ミカサが、答えたっていう。もう少し待ってたらまた別のことを言ってたかもわからないし。でも、おじさんが、あのおっさんね、ごめんね。おじさんが入ってそうなんだよね。すごいよね。音もなくさ。でも、言葉違うからかな。まあ、そうかもしれんけど。いい空気とか。いや、でもほら、なんか感じない遠くから見ててさ。でもほら、結果ちょうどよかったんだから。ちょうどよかったか。でも、あそこでさ、ミカサが違うことを言ってたら、エレンは、どうしてたんだろう。そうなんだよね。それな。この辺にしときますね。なんか、やっぱ辛くなっちゃいますね。辛い。まあ、この後どうなるかはね、アニメ最後までご覧いただかないとわからないわけですから。これがね、ゆくゆくね、また繋がっていって。あとね、ハンジさんたち先輩組が迎えに来た感じも良かったですよね。なんか。やっぱちゃんと先輩してくれるってね。はい、先輩しました。先輩しました。その説は、先輩していただいたみたい。やっぱり。でもこの先輩さっきそれ中で腹パンしてきたんですよ。なんでそれ言うの？それダメでしょ、それ言っちゃう。それはダメなんだ。鍛えていただいてありがとうございます。大丈夫、キッチョンにもやってるから。そう、俺後ろから来られてるから。でもすぐ誰か分かったけど。そうですね。一人しか。ロミがバグってるまたみたいな。エッチだよ。またバグってると思って。キャストは楽しいって感じで終わったところで、次に行ってください。といったね、こんなシーンもちょっと、いろいろ、視聴者の皆さんが選んだシーンご紹介してまいりましたが、ここでですね、そんな数々の名シーンを作ってくださったある方から皆様へ質問が届いております。はい。それがこちら。ファイナルシーズンの監督、林雄一郎さん。監督ありがとうございます。そうなんです。そんな監督からの質問をちょっとここでご紹介いたしましょう。こちら。収録時によく特にパクさんなどは美馬さんにいじられたりしていますが、その直後に普通にキャラクターの芝居にちゃんと戻ってこられるというのはある意味名人芸だと思います。秒で気持ちを切り替えるのに何か秘訣などあるのでしょうか。いつ頃身についたスキルなのでしょうか。どうですか。ちゃんと聞かれてる。